こんにちは、アンナスです。今日はダイソーでスタンプを見つけたので、ちょっといろいろ買ってみました。で、これでスタンプを押した上に刺繍してみようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではちょっと開けてみようと思います。いろいろ買ってみてわかんないんで、いろいろ試しに買ってみたんですけど、やっぱ100均だと思うと安いからついついいろいろ買ってしまいがちですね。まずラバーのスタンプ台が、これがシールになってるんですね。で、このアクリルブロックを買わなきゃいけないっていうことで、これにシールを貼るんですね。で、好きなこれシールを貼って、シールっていうかスタンプ台なんですけど、でスタンプパッド、これは黒も買ったんですけど、刺繍があんまり見えない方がいいかなと思ってちょっとグレーを買ってみました。でとりあえずどういう風につくかだいたいわかるんですけど、試しにスタンプをちょっとやってみたいと思います。こうなってるんですね。でこれをここに貼って、いつもと全然違う動画になってますね。軽くつけて、こんな感じ。インクがちょっとインクがあんまり良くないですね。ちょっとビチャッとなってしまってて、で私間違えました。こっちが先ですね。こっちを押して、で上からこの色のやつですね、チョコレートがかかってるか何かわかんないんですけど、これを上に重ねると、なるほど。これちゃんと外しとかないとここにくっつくんで、1回ずつ吹いて外して戻してってやる感じですね。なるほど、わかりました。じゃあこれをちょっと1回いろいろスタンプやってみて、でどれをこのポーチに刺繍しようと思うんですけど、どれを選ぶかをちょっと考えてみたいと思います。はい、ではちょっとスタンプが押せて、こんな感じかみたいなのが分かったので、パーツに切り揃えて、どこにスタンプを押すかを決めたいと思います。ドーナツがこんな感じかな。でマカロンを左右にしたりとかでもいいですかね。ちょっと上が空いてますけど、もうちょっと上にすればいいのか。でこれはうちで売ってる丸ポーチです。でマカロンもう一個ここに刺してっていうかスタンプ押してにしましょうかね。もうちょっとこれだから上の方がいいのか。そういうのとかもちょっとまずいろいろ並べてみて、こういう配置がいいかもですね。でここにマカロンがあって、同じもの 1,2,3 みたいな縦に3つ並べるみたいな感じが可愛いかもしれないですね。そしたら位置を決めるので、まず半分に折ります。でこれぐらいかな。これが半分でしょ。ここですね。
適当なんですけど、もうちょっと近い方が、離れてない方がいいのかな。近くにこうギュッてやる感じ。これぐらいかな。決まりました。じゃあこれでこういうの難しいですね。で、ポーチとかっていうのは布が重なってるんで、図案を写す時もそうなんですけど、間に硬いものを入れておくとスタンプしたり写したりしやすいので、結局なんかグレーがちょっと私が買ったやつが良くなかったのかわかんないんですけど、ちょっと微妙な感じだったんで滲んじゃうんで黒に変えます。黒はね大丈夫ですね。これでじゃあこれスタンプが1個になってるといいんですけど、多分こういう目的じゃないんですよね。これでなんかスタンプの色変えて、でクリームはクリームの色とか、その器は器の色とかでいろんな色でスタンプすると可愛くなるんだと思うんですけど、私はこれ一つで1個になっていると楽だなと思ったんですが、しょうがないですね。これでギュッと、綺麗に写ってる。でちょっとこうウェットティッシュで拭いて、でこのアクリル板を何回も使わなきゃいけないんで、これを戻して、でプリンの上のやつをつけます。もう軽くでいいですね。これがこの辺かな。いい感じ。じゃあこんな感じでちょっとスタンプを完成させていこうと思います。はい、ではこの色味はこんな感じで、ちょっとこう優しいパステルカラーのちょっと渋めみたいな感じでやっていこうと思います。で、ちょうど写ったんでこんな感じです。ちょっとここ薄いところは上からチャコペンでなぞろうかなと思います。あんまりなんか濃くすると良くないかなと思って、薄く見えればいいかなっていう程度で押してます。で、なんかいきなり布に押すの結構緊張したので、もし緊張する方はこれ紙に一回こういう状態のものをスタンプ押して、でいつものように間にチャコペーパーを挟んで図案として使ってもらうって感じでいいと思います。結構ねドキドキしましたなので皆さんはそっちでやっていただいてもいいんじゃないかなと思います。で刺繍枠をはめていきます。プリンから刺していきます。そう、だから普段はこういう状態でなんかこう売ってますよね、100均とかで。それを自分でアレンジしてみようっていうことなので、他の100均とかでもスタンプって売ってるのかなちょっとわかんないんですけど、またやっても面白いかもしれない。で、布はコットンクロスって言って刺繍用の刺しやすい布で作ってる、丸ポーチ、うちのオリジナルなんですけど、これに刺していくので、なんか結構刺しやすいですね。普段100均のやつとかだとちょっと刺しにくかったりするんですけど。で、ちょっと順番間違えました。まずカラメルソースからやっていきます。2本取りで茶色で上の部分をやっていきます。ここにかかっているやつですね。玉留めの代わりの小さい波縫いを入れてギリギリで留めます。で、糸が渡っている上にザクッと刺すと、これで絡まっているので出てるところはハサミで切っておきます。で、どうしようかな。
ちょっと斜めにします。スタートを斜めにすれば多分全部サテンステッチでできると思うんで、スタートをこれぐらい斜めにしておきます。で、線の外側を刺すようにするといいですね。線を隠すような感じで、最終的にこのスタンプの絵が見えなくなるように刺してください。なのでそういう意味もあって、一回スタンプをどっか紙に押して構成したものを写す方がいいですね。安心感が違いますね。私はなんとなくうまくいったかなと思うんで、どちらでも大丈夫だと思います。じゃあこれでカラメルソースの部分を刺していきます。はい、上のカラメルソースができたので、裏に絡めてでギリギリで切ります。で次はプリン本体を刺していきます。で2回目以降は裏に絡めて、横だとちょっと長すぎるので今度は縦に刺していこうと思います。縦だったらサテンステッチで全部いけるかなっていう感じなんで、これで刺していきます。はい、ではできたので、今度は下のガラスのなんていうんですか、器の部分を刺繍していきます。2本取りでここの太いところだけチェーンステッチでやっていこうかなと思います。ぐるっと一周線の上を刺していきます。チェーンステッチは説明してなかったですね。普通にさらっとやってしまいました。チェーンステッチなんですけど、まず針を出します。同じ穴に針を入れて、針先をちょっと先に出します。2ミリぐらいですかね。で、最初に出した布から出てる方の糸をかけて上に引っ張ります。そうすると輪ができます。チェーンですね。で、これを繰り返していくと、そのチェーンみたいな、本物のチェーンみたいにちょっとずつ輪がつながっていくみたいな感じです。で、2回目以降はさっき作った輪の中に刺してちょっと先に出して糸をかけて上に引っ張る。で、これを繰り返すんですけど、私右利きなんですけど、左に糸をこう寄せておいて丸くセットしておくんですね。で、ただ針をこうやって出すだけで糸がかかっているので、ワン工程が一つ減ります。なのでこの感じでぐるっと一周していきます。結構ギリギリ、さっき刺したプリンのサテンステッチに少しチェーンステッチがかぶるぐらい、だからサテンステッチの端っこの部分が少しだけ隠れるぐらいでちょうどいいです。はい、これで一周ぐるっと回ったので、最後は、一番最初に作った輪のところに布と糸を触らないで、その隙間にこうやって横向きに針を入れます。で、引っ張って一番最後に作ったチェーンステッチの輪の中に針を刺すと、これで出来上がりです。どこから始めたかわからなくなります。で、この下もまずここからチェーンステッチをやっていって、中もチェーンステッチ
で、ちょっとここはどうするか考えます。ちょっと出来上がってから説明します。この後チェーンステッチをぐるっと線の上を刺していきます。下のカップができました。ここは横にサテンステッチをして、なんか結構複雑な形だったんですけど、なんか潰れたのでもうこれでいいかみたいな感じにしてます。で、下もぐるっとチェーンステッチをやりました。で、最後ここに生クリームが入ってるんですけど、これどうやって刺そうかってすごい悩んで最後まで置いてたんですけどバリオンステッチをすることにします。バリオンステッチはまず先から出して下に刺して、この幅、ここをぐるぐるこう巻いていきたいので、こういう状態を作ります。で、刺繍糸を布から出てる方の刺繍糸を10回巻きます。1、2、3、4、で、下に寄せ集めて針を抜きます。抜いたらこういう状況なんですけど、手を離さずに下の指と親指をでしっかり支えて少しずつ縮めていきます。で、縮まったら針をここの糸が出てるすぐそばに刺すんですけど、これだと浮いているっていうか、こういう斜めにしたいので、糸をギュッと持ってきてくの字かなに曲げます。で、ちょっとくの字にするとカーブがきつすぎるんで、ちょっと何個か止めてカーブを緩くしようと思います。で、これと同じように何回かあと1、2、3本ぐらいですかね、バリオンステッチを同じように作っていきます。はい、ではできたので、一応図案的にはこれで完成なんですけど、なんか寂しいのでやっぱりさくらんぼをのせようと思います。手書きでさくらんぼを描きました。丸と線です。で、赤、ちょっとピンクっぽい赤なんですけど、これで横横にサテンステッチをして、でこの棒の部分はアウトラインステッチかな。なんか普通にストレートステッチでピッてやってもいいんですけど、ちょっとまっすぐになりすぎるんで、ちょっとカーブを効かせたいので、アウトラインステッチでやってみようかなと思います。アウトラインステッチは1目作ってちょっと先に出して、最初に作ったステッチをギュッと曲げて糸の下に刺します。でまたちょっと先に出してギュッと曲げる。で最後は同じ穴から出してギュッと曲げるだけのステッチで曲がります。ちょっとこんな感じかな。はい、これで出来上がりです。プリンが出来上がりました。あとはマカロンとドーナツを順番に刺していきます。やっぱりここに印刷っていうかちょっとやっぱ黒いのが見えるので、見えても別に変ではないんですけど、チャコペーパーで写した方が良かったのかなとも思いました。じゃあ、左側をやっていこうと思います。
ちょっとここのマカロンの絵を見ながらちょっと足していって、ここになんかクリームが入るんですよね。なんかこうふわふわしてますけど、これ多分ちょっとそこまで表現できないかもしれない。ちょっとまず安全牌のこのポン・デ・リングみたいなやつからやっていきます。はい、ではちょっとこのスタンプの通りにここのスタンプはこのチョコレートがけはやってないんですけど、なんかこの1234123と半分を焦げ茶で刺そうかなと思います。なのでまずこの丸を刺していきます。1個ずつ丸をサテンステッチで刺していきます。でちょっとくっついてるんで全部がまん丸にはならないんで、最初の丸だけ全部丸が見えてて、その次から少しずつ重なってる丸を作っていくような感じで一周ぐるっとして、最後これが多分綺麗な丸にならない、両方とも重なってる部分が出てくるみたいな丸になると思います。なので、途中で糸を変えて焦げ茶にして刺していきます。丸は上半分埋めて、で続き残りを下半分を埋めていきます。はい、ちょっと変更がありました。最初に全部こう横横に刺そうと思ってたんですけど、ここにこう筋を入れる。そうするよりも放射状に刺した方がポン・デ・リング感がすごく出てるような気がしたので、ちょっと途中で変更したんで、最初の2つをちょっと切ります。で全部放射状に刺していってください。で途中で色変えたので、普通に変えるだけでいいんですけど、何もかな。でこうやって糸を切るとほどけてくるんですよね、ここ端っこから。なので、次に刺繍したい、今から使う針と糸を用意してもらって、その切れた部分、ここをギリギリカットしたところを何回もこうやって絡めて続きを始めてますっていう荒技なんで、なんかわざわざこれだけ YouTube で紹介するのもあれかなと思ってあんまり紹介したことはないんですけど、こんな感じでやっています。なので結構刺しながらいろいろ考えたりとかする時って試行錯誤なんで、途中で切ったりすることがあるんですけど、全部ほどくっていうか切らないで、そのいらないところだけカットして、であと残りを絡めて、裏で絡めておけば大丈夫です。でなんか絡め方が少なかったりしてちょっと心配な方は、全部終わった後にボンドを薄くつけて裏側にこう塗っておくと多分いけると思います。ただあんまり大きな声でこれいいですよみたいに言う話ではないかなと思うので、あんまり YouTube で言ったことないかもですけど、結構私はやってます。もしよかったら自己責任でやってください。で、これはこんな感じで放射状に全部刺していきます。なので結構ここの丸と丸の間の溝の部分を強調して、ちょっと端っこの方短いステッチをわざと入れると隣がつながりにくいです。
結構ねと言いながらもこの辺とか結構こう間が曖昧になっている部分はなんか普通のドーナツに近い感じに、なんかフレンチクルーラーかな的な感じにも見えるので、そこをちょっと強調するとポン・デ・リング感が出るんじゃないかなと思います。はい、このポン・デ・リングっぽいやつは、放射状に全部刺し直しました。で同じように放射状なので右側のドーナツも丸く刺してます。刺し方は一緒ですね。ただこうちょっとお花みたいにするか綺麗に丸にするかっていうだけの違いです。でちょっとトッピングをやっていこうと思います。実はなんか元々のやつはこういうなんか2色普通のなんかドーナツ生地のところに半分チョコレートみたいなのがかかってるっていう絵だったんですけど、なんかさっきのがチョコレートかかってるんでなんか同じようになるんで、これはもう全部ピンクで刺しました。なんかもう体に悪そうなピンクのドーナツを作りました。で上になんかそのパラパラチョコレートのスプレーみたいなのをちょっとかけていこうと思います。で、ピンク、濃いピンクと、であと白をちっちゃいストレートステッチでランダムに入れます。これ刺繍糸の同じ向きにすると埋もれるんで、1、2本でもいいんでちょっとこうまたいで刺すといいですね。なんかどうしても均等になりがちなんで、なんかこう近づいたり離れすぎたり、あと向きとかもいろいろできるだけこういろいろになるようにちょっと頑張って刺していってください。はい、では、ここがチョコスプレーチョコをやったので、次はマカロン。これマカロンでいいんですよね。もうマカロンとしてやっていこうと思うんですけど、まずここの間のクリーム、バタークリームでしたっけ、なんかおいしいやつが挟まってあるんで、ここは白で刺していきます。全部縦で刺します。はい、では、上と下をサテンステッチで埋めました。で、なんて言うんですかね、なんかエピだっけちょっと名前忘れたんですけど、マカロンって焼くときにここの端っこがなんかこうピロピロピロってなるんですよ。そういう、鉄板の上に置くと。でそのピロピロがあるとちょっとマカロンらしさがあるかなと思ってチェーンステッチで2本取りで埋めていこうと思います。この絵だけだとちょっと何かわかんないんですけど、多分そのなんかふにゃふにゃしたやつはそれを表現しようとしてるんだと思うんですよ。でなんかイラストの表現と刺繍の表現ってやっぱもうそのイラストのふにゃふにゃを何ステッチで表現するかって考えるのが刺繍なんですけど、結構ね私も悩んでいて、マカロンはちょっと一回これをやってみたいなと思ってやってみます。チェーンステッチはさっきやった通りですね。でこれ2本取りです。だからここの中のクリームと外側のこのマカロンの隙間、ここはあまり開けてないです。上の方はなんかちょっと多めに開いてたからちょっと幅を大きくしました。なので、下のところはちょっとこう1列でいけるんですけど、上は2列ぐらい入れようかなと思ってます。これで輪の外に刺すと止まりますね。でまず1列目は上のマカロンを蓋みたいな部分に合わせてチェーンステッチを入れて、
で2列やってみようと思います。はい、こんな感じで行って帰ってきました。なんかチェーンステッチって雫型なので面を埋める時とかに揃えたりとかする場合もあるんですけど、ここはなんかあんまり綺麗に揃ってなくってちょっとこうばらつきがあった方がここの縁の感じが出るかなと思うので、あんまり気にせずに行って帰って2列やりました。なので結構いい感じにできてますね。よかったですちょっとあんまり頭の中で想像してただけなんでちゃんとできるか分かんなかったんですけど、思ってたよりいい感じになったかなと思います。じゃあ次、あと残りもう1個マカロンを色を変えて刺繍していきます。ではやっていきます。はい、ではこんな感じになりました。黄色でやってみました。皆さんもぜひ作ってみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。